今日使う物はこいつらだ。最初に言っておくが、今回は締めがやばいんで、必ず最後まで見るように。見ないとおじさんおこです。まずは長ネギからカット。今回は白い部分だけを使う。青い部分も色々と使えるんで、捨てずに取っておくように。白ネギは薄く斜め切りに。今回は2本丸々たっぷり使っていく。そして春菊、こいつは締めに使う。春菊も安くてうまい季節になってきた。軽く水洗いし、水気を切る。こいつは適当にざく切りでいい。豆腐も適当に均一に切っておく。今回使うのはプルプル絹豆腐です。そしたらこの鍋に非常に合う薬味を作っていく。まずは大葉を準備。食感の悪い芯の部分は取り除いておく。そしたらこいつを細かくみじん切り。今回10枚入りのやつを使ったが、ちょっと多かったかもしれん。5枚ぐらいでもいいかもな。そして梅干し、ちょっと大きめのやつを3個ぐらい。種を取り除き、身ぐるみを剥いでおく。そして鰹節、こいつを手で握りつぶしながら 5g ほど加える。小分けの小さい袋だったら1パック、手づかみやったら2つまみぐらいや。そうしたらこいつらを包丁で叩きながら合わせていく。あんまり勢いよく包丁をトントンすると周りに飛び散るんで、押し叩くイメージでやるといい。これぐらいまとまってきたら薬味の完成や。ちなみに市販の梅かつおみたいなやつ、もしあるならあれで全然大丈夫や。最後に鶏胸肉。今回の主役なのでちょっと奮発して地鶏のいいやつを買ってきた。元がそんなに高くない食材なんで、そこまで痛手は負ってない。皮はつけたままでもいいが、今回鍋の中に極力油もんを入れたくないんで、今回は剥ぎ取っておく。そしたら肉を薄くそぎ切りにする。包丁は寝かして斜めに入れ、断面を広く取っていく。ほとんど脂身のない鶏胸肉は長時間煮込み火を通しすぎると硬くパサついて美味しくない。なるべく火を通す時間を短くするためにも、極力薄切りにするのが美味しく食べるコツや。途中で角度を変えながら、なるべく肉の大きさが均一になるように切っていく。よし、仕込みは以上だ。あとはスープを作るだけ。よし、じゃあスープを作っていこう。鍋に水を6カップ、1200cc だ。こっから和風だしを取っていく。昆布とカツオで引くのもいいし、白だしを薄めてもいいが、今回は楽ちんだしパックで。今回使う茅野屋だしは 400cc につき1パック。なので3パックやね。このまま3分ほど煮出していく。3分だったら速やかに撤収。
ダッシュパックはあまり長く煮すぎるとヒスタミン中毒になる恐れがあるんで、速やかに引き上げるように。いいね。そしたら味付けといこう。日本酒大さじ1、塩小さじ1、そして醤油は小さじ半。香り付け程度でいい。この段階ではあっさりすっきりとしたスープを目指す。よし、完璧だ。早速鍋の準備に取り掛かろう。鍋をホットプレートにセット。ちなみにこの象印の鍋は直火でも電気プレートでも使えてなかなか便利だ。そこにお豆腐を静かに滑らせて、ネギをわっさーと入れる。ネギのシャキシャキした食感を楽しみたい場合は2ターンに分けて入れるといい。そして鶏胸肉をしゃぶしゃぶ。鍋の温度は低めで。時は来た。いざ実食。いただきます。肉でネギをたっぷり巻きつけて、薬味をちょこっと乗っけて一気に口に頬張る。ああ、何度やってもうますぎる。しっとり柔らかい胸肉とシャキシャキのネギのコントラスト。和風だしベースの優しい味だが、そこに梅かつおの薬味がキリッと味を引き締める。この薬味めちゃめちゃ合うわ。鶏肉の火入れは俺の場合結構ギリギリを狙っていくが、心配な人はしっかり火を通した方がいいだろう。しゃぶしゃぶする際鍋の温度が高すぎると肉が硬くなるんで、表面がゆらゆら揺れる程度の低めの温度でやるといい。肉をしゃぶってる合間に箸休めで豆腐とスープを楽しむ。もちろん豆腐にもこの薬味は合う。外はプルプル、中は熱々。こいつも仕上がってやがる。スープも鶏の旨味が出てだいぶ育ってきた。鍋のスープは最初から完成されてるものじゃない。鍋をしていくうちに育てていくものだ。このスープを育てる過程を楽しむのもまた鍋の醍醐味の一つ。あっちゅう間に食らい尽くした。そろそろ締めの準備に取り掛かろう。一度鍋の中の具材をすべてかっさらう。よし、やりますか。10円ちょいで買ったゆでうどん、こいつを今から極上の締めへと昇華させる。まずは軽く水洗い。これだけで麺はほぐれる。水を切ったらさらにキッチンペーパーで水気をよく吸収。そうしたらポリ袋を用意し、その中に麺を入れて、ここに小麦粉を大さじ1ほどぶち込んだらよーくシェイク。これで麺全体に粉が絡まった。あとはこいつを揚げるだけ。油の温度は180度ほどの高温で、カンカンに油が温まったら麺をこの中にぶち込む。麺を油に沈ませたら高温をキープしたままささっと揚げ切る。麺が軽く色づき外側がカリカリになったら引き上げ時だ。取り上げた麺をすぐさま残ったスープの中に入れて、春菊を上からドン。野菜がいい感じにしなってきたら揚げうどんの完成だ。
新食感。まさに新食感。麺を高温でカラッと揚げたことで10円ぼっちのうどんがもちもちとした弾力の高級うどんに早変わり、さらに麺が衣をまとったことでこのうますぎるスープを吸収し麺にまとわりつく。うますぎてもはや笑うしかない。ここに来てついにスープも完成された。和風だしと鶏の旨味が詰まったスープに油が加わることでスープにコクとパンチが追加された。ここまでこの鍋に油もんを入れなかったのは全てこの締めを計算に入れた上でのこと。やはり全人類に油は必要だ。 All you need is love 油。 Oil is justice。 油は正義だ。これは俺史上最強の締めかもしれん。とにかくうますぎた。俺の中の締めランキング堂々1位更新です。最高だ。最高だ。ごちそうさまでした。